Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。はい、今日はですね、最高気温が19度、20度ぐらいあって、ちょっとあったかいので、久しぶりに半袖を着てみました。イエーイ皆さんの国はどうですか？今、半袖を着てますか？それともまだ長袖を着ていますか？よかったらコメントで教えてください。やっぱりいつも天気の話から始めてしまいますね。日本人は本当によく天気の話をするなぁといつも感じております。それでは今日はででん、思いついたら撮ってみよう日本語ショート。はい、今日はですねちょっと短めのポッドキャストを撮ろうかなと思って久しぶりの日本語ショートのお時間です。短い動画が好きな皆さんぜひたくさん見てください。長い動画の方が好きだよっていう方もぜひたくさん見てくださると嬉しいです。それでは今日も私が一人でたくさん話していきますのでぜひたくさんの日本語を聞いて一緒に勉強していってください。みずきです。チャンネル登録お願いします。それじゃあ今日のテーマはででん、テストでのハプニング。はい、テストで起きたハプニングについて話そうかなと思います。今は2026年なので去年ですね、去年2025年の12月に私は TOEIC を受けました。TOEIC っていうのは、世界でも結構大きい有名な英語のテストです。で、それも JLPT 日本語能力試験と同じでマーク式のテストです。なのであれですね、記述問題とかはないんですけど、とにかく答えだと思ったものを黒く塗りつぶしていくマークテストですね。はい、JLPT を受けたことがある方はよくわかるかなと思います。まあそうじゃなくてもそれ以外でもマークテストなんてたくさんあると思うのでわかるかなとは思うんですけど、そう去年の12月に英語のマークテストを受けたんです。でもテストを受けたのがめちゃくちゃ久しぶりだったんですね。そういつだったかな、2023年にワーキングホリデーでオーストラリアに行っていたので、その時行ってた英語の学校でたまにテストを受けてたんですけど、そこからもさらに時間が経っていたので、そうですね、1年半ぐらいは空いたかな。なのですごく久しぶりにテストを受けたんですよ。でその時にちょっとハプニングが起きてしまいました。2つハプニングがありました。まず最初にですね、リスニングのテストから始まったんですよ。でやっぱりリスニングはその最初の説明が流れている時にできればね、最初の 2,3 問先に見ておいて先読みをしていく。どんな問題が出るかな、どんな選択肢があるかなって先に読んでおくことをリスニングでよく私はやっているんですけど、それを当日ももちろんやったんですよ。なので説明が流れてる時にリスニングの最初の 2,3 問を読んでおいて、問題の CD が流れ始めたらよし頑張るぞって思って聞いていたんですけど、なんか全然先読みした内容と違う内容が流れたんですよ。と思って、何これって思って、でそこで気づいたんですけど、私はなんと先読みをする問題の場所を間違えていました。はい。いやーなんかね、そう TOEIC の対策本で注意書きがあったんですよね、それについて。そう順番がちょっと分かりにくいところがあるから
気をつけて先読みしてくださいっていう注意を事前に読んでいて、それは本当に気をつけないといけないなって思っていたのにやっちゃったんですよ。ね、まさかの先に読む場所を間違えるっていう。そのせいで最初の1問目はもう無視しました。はい、諦めましたっていうのが1つ目のハプニングです。そして2つ目のハプニングは読解の時に起こりました。リスニングが終わって読むテストが始まりました。で、最初の方は順調にマークしていったんですけど、途中で気づいてしまいました。あれ、数字が合わないぞって。うわー、やばい、最悪のパターンをやってしまったと思って、なんとマークずれを起こしてしまったんです。正しい番号に自分がこれだと思った正しい答えをマークをする、それが当たり前だと思うんですけど、その場所がねずれてしまうことをマークずれって言います。はい、本当にマークしたい問題の場所じゃないところにマークを間違えてしまうことですね。はい、で気づいちゃったんです。途中で問題の番号をちゃんと確認する瞬間があって、でマークシートを見たら、あれ、数字が違うって思って、で遡って確認していったら、なんと1箇所何にもマークをしていない空欄のところがあったんです。でなので多分途中で間違えて一つね飛ばしちゃったんですよね。なのでそこから全部1個ずつずれているっていうことに気づきまして、いやー最悪だなと思ったんですけど、もうね進んで新しい問題を解くよりもそのずれた部分を直す方が絶対にいいって思ったので、結構あったのでね量が。なのでもう急いで全部消して、で全部1個ずつずらしてもう一回マークし直しました。はい、そのせいで時間が全然足りなくなっちゃって、最後まで問題を解くことができなかったんですけど、そのマークずれを直したおかげで点数はまあまあ良かったです。目標としていた点数には届いてなかったんですけど、今までやった中では一番いい点数で結果が出たので、よかったと思って、多分そのマークずれを正しく直すことができたので、救われたって思いました。っていうね。いやー、テストのハプニングって怖いですよねあと日頃からテストをよく受けてる学生の時とかだったらそんなにやらなかったんですけど、やっぱり久しぶりに受けるとテスト慣れしていないこともあって、こういうねもったいないミスをすることもあるんだなって思いました。皆さんはどうでしょうか。 JLPT とか、あとはもちろん他のテストでも全然大丈夫なんですけど、何かテスト中に起きたハプニングはありましたか？よかったら皆さんのお話もコメントでぜひ聞かせてください。はい、それでは今日は短いポッドキャストということで短めにここら辺で終わりにしたいと思います。またこれ話そうかなって思いついた小さいトピックがあったらこんな感じで短めに話そうかなと思いますので、そちらも楽しみにしていてください。または何か話してほしいテーマがあったらぜひそれもコメントで教えてください。それでは皆さん、今日もチャンネル登録とグッドボタン、コメントをたくさんよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、どうかご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語のオンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやっていますので、興味がある方は一緒に日本語を勉強しましょう。たくさん話しましょう。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。またね。See you later. Bye bye.